皆さん聞いてください。大やらかししました。激苗。今私は成田空港に来ています。見ての通り深夜の成田空港。今日は本当は飛行機に乗って海外に行く予定だったんですよ。それなのにとあるトラブルで行けなくなりました。もう何から説明したらいいんだろう。空港の中は寝てる方が多すぎてさすがに動画撮れそうになかったので外に出てきました。私とある飛行機を今日予約してたんですよ。それに乗って海外に行く気満々でさっき動画のオープニングまで撮ったんですよね。それでチェックインカウンターに行って鈴木優香ですって名前を伝えたら、鈴木優香さんいないですねって言われて、どういうことって思って予約画面を見せたんですよ。そしたらこの予約は今日じゃなくて来月の予約ですねって言われたんですよ。もうそれ言われた瞬間鳥肌ブワーって立って、私やらかしたかもしれないって思ったんですけど、やらかしてました。私ね、これ初めてじゃないんですよ。実は3回目です。いや、たまにあるじゃないですか。予約画面に行って最安の日で見たら来月の日付になってるとか、もうそれだったんですよね。気づかなかった。なんとかして今日乗れないかなと思っていろいろ試行錯誤してみたんですけど、もう今日は空きがないから振り替えできないって言われて、じゃあこうしようと思って予約画面を見てみてもう一回予約し直そうと思ったんですけど、値段が私が予約した時よりも10倍以上になっていて、もう積みました。もう飛行機にも乗れない、振り替えもできない、終電もなくなった。もうお手上げです。いや、私が完全に悪いですよ。悪いんですけど、もう本当に勝手に1ヶ月先の設定にしないでよ。あれって親切機能なんですかね。基本的に最終チェックはしてるんだけど、なぜか最終チェックしてない時に限って日付間違えてるんだよな。もうバカ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 。ここに一応タクシー乗り場あるんですけど、タクシー乗って帰ったらもういくらかかるんだろう。深夜料金もプラスされるでしょ。軽く数万円は飛ぶよね。破産する。やっぱり寒いので室内に帰ってきました。でも中のベッドっていうかベンチは全部埋まってるんですよ。あそこもね、すごいいいなって思ったんですけど、もう先着まみれですね。居場所がない。さっきめっちゃ気合い入れてオープニングも撮ったんだけど、それも無駄になっちゃったのか。悔しい。もう成田空港24時間生活企画に切り替えちゃおうかなって思ったんですけど、もう椅子が全部埋まっててできそうにないですね。いびきかいてる人もいるし、どうしよう。今空いているお店は吉野家だけで他は全部閉まっています。生き残れなそう。とりあえず歩いて寝れそうなところ探してみようかな。でもね、本当に全部埋まってるんだよね。いい感じのところがどこも空いてない。いや、間に入れなそうな隙間しかない。私も寝たいよ。本当は今頃飛行機に乗ってウキウキだったはずなのに、なんで成田空港に取り残されてるんだ。5時間前の私がこの光景を見たらなんでってびっくりしてそう。めちゃくちゃいろいろ考えたんですけど、今からタクシーを呼んだら数万円、明日のフライトを取っても数万円、なんと近くのホテルを予約したら8000円で行くことができるそうです。ちょっと一旦今日はホテルに泊まろうかな。意外と安くて助かった。今取ったホテルはマロードインターナショナルホテル成田っていうところなんですけど、見た感じ安いんですけどすごいいいところっぽいんですよね。いやー、こんな形で泊まりたくなかったな。成田空港から送迎バスは出てるらしいんですけど10時までなんですよ。この時間はもう出ていないので、ここから30分間かけて歩きたいと思います。私みたいに飛行機取れてるかと思ったら取れてなかったっていう方にもすごい安いし近いのでおすすめのホテルです。やっと到着しました。もう雨も降ってきてもう最悪。とりあえずチェックインしていきたいと思います。ここあれですね、よくジェットスターとか乗るときに見えてた建物ですね。ホテルの雰囲気はこんな感じです。すごい広くてめちゃくちゃいいですね。
泊まるのが今日じゃなければよかったんだけどね。チェックインできました。今日のお部屋は1291、12階。わあ、なんか無駄にいい部屋な気がするんだけど、もう夜ってか朝になりそうなんですけどね。もったいないよ。お、あった、1291。それじゃあ入っていきましょう。おお、あ、すごいクラシックな雰囲気でめちゃくちゃ高級ないいホテルですね。ちょっと言いにくいんだけど、数時間しか滞在しない私にはもったいないですね。1291だけに。まさかここの窓から私が乗れなかった飛行機が見えるとかないよね。ちょっと怖いけど開けてみよう。うわ、飛行機いるんだけど、何？すごい。滑走路がめっちゃ綺麗。窓からの景色はこんな感じです。でもこんな目の前に見えてるんだけど、歩くと2、30分ぐらいかかったから結構遠いんだよね。空港でかすぎる。いや、もう今日は本当にいろいろあって疲れ切ってるので、服装くらいは楽な格好をさせてください。せーの、ほっ。じゃん。ホテルの浴衣に着替えました。いや、楽ちんだね。よし、これだったら過ごしやすい。さっき成田空港の地下1階にセブンイレブンがあったから焼き食いセットを買ってきました。まずはセブンの牛丼、これめっちゃ好きなんだよね。それと温泉卵をこの牛丼にかけるとマジで美味しいの。おすすめです。それじゃあいただきます。いや、これは違うんですよ。今日は言い訳する体力もないな。みんなも私みたいにはなりたくないですよね。今日は焼け酒用にロング缶です。珍しく。牛丼食べて機嫌直すか。一応振り替えができないっていうことだったのでキャンセルする形になったんですけど、お金は返ってくるそうなんですよ。でも今回旅行代理店のサイトから予約しちゃったから結構返金まで時間かかるんですよね。まあでも帰ってくるだけ良かった。うまっ。私これ系の予約ミス過去にも何回かやらかしてるんですよ。直近のやらかしで言ったら去年の12月31日から今年の1月1日まで旅行しようって思ってホテルを取ったんですけど、それもね1月31日の予約になっていて取れてなくて、でもどうしても泊まりたかったから、もう今日空いてる部屋何でもいいのでお願いしますって言って、その時ね2倍ぐらいの値段になっちゃったんですけど、一応泊まれたんだよね。他には今回と同じ飛行機のやらかしなんですけど、韓国に行った時に帰る時に2つ空港があるんですけど、キンポ空港とインチョン空港。キンポ空港からの航空券を取ってたんですけど、間違えてインチョン空港にいてやばいって思って、でもフライトまで時間がなかったからもうインチョンで取り直そうって思って取り直したら、それが1ヶ月先だったんですよ。でキャンセル不可のやつで予約しちゃったからキャンセルもできなくて、いやもうどうしようと思って急いでキンポ空港に向かって一応帰れたんですけど、そのインチョン空港からの航空券は無駄にしちゃったんですよね。いやもう自分でも分かってるんですけど、本当に同時なんですよ。ふう。前にたみたみたみラジオっていう配信を YouTube でした時にやらかしエピソードを募集したんですよ。その時にファーストクラスを予約していたのに乗れなくて40万円無駄にしましたっていう方がいたんですよね。それに比べたら今回私のやらかしは結構可愛いやらかしだよね。大きいやらかしを聞くと自分のやらかしが小さく思えるので、ぜひ何か大きいやらかしをした皆さんコメントで教えてください。慰められたい。
たびたび旅ラジオで私もこれ語りたいな。また久しぶりにやってみようかな。さっきめちゃくちゃ困ってお母さんに電話したんですよ。そしたら、それ飛行機の人に言うよ、言うのを変えられるよ、言ったら乗れるよって言われて、もう全然話が通じなくてダメでしたね。困り果ててお父さんにも電話したんですけど、うちは農家で寝るのが早くてお父さんは出ませんでした。私の家はお母さんも天然でお父さんも天然なんですよ。だから私も多分天然です。心も体も天然です。やばい、動画撮ってるの忘れてめちゃくちゃ晩酌してました。こう見えても4時近いんですよね。明日の朝は朝ごはんもついてるし、そろそろ寝ようかな。まあ悲しいことはきっと寝たら忘れますよね。と、それじゃあおやすみなさい。おはようございます。なんとか起きれて朝食会場にやってきました。今日も朝からやけ食いします。じゃーん、朝食メニューが豪華すぎてたくさん取ってきちゃいました。見て見て、ここは最上階なんですけど、景色がめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。おー、すごい。それじゃあ朝ごはんいただきます。昨日の夜は寝るのが遅くなっちゃったから朝起きれないかなって思ってたんですけど、悔しすぎてすぐに起きれました。いいのか悪いのか。美味しい。この値段でこんなに朝食が豪華なことあります？フルーツもメロンとかリンゴ、パイナップルいろいろあったんですよ。そして私の大好物のカレー、具は入ってないんですけどウインナートッピングしてみました。ここのレストランは CA さんとか、あとお金持ちそうな方がたくさんいます。あとは海外の方が多いですね。でもすごい混んでるわけじゃなくて、何組ぐらいだろう、10組ぐらいかな、いて、隣ももちろん誰もないし割と空いています。あ、そうだ、私昨日やけ酒して酔っ払ってインスタのストーリーで質問募集したんだった。さすがにやらないのは悪いですよね。ちょっと急ですがプチ質問コーナー開催します。最近あんまり質問コーナーやってなかったからね、たまにはやってみよう。どんな質問来てるんだろう。最近のマイブームって何かありますか？これは言わなくても皆さん知ってると思うんですけど、釣りです。いつでも大物狙っています。男性の苦手な仕草ってありますか？苦手な仕草じゃないかもしれないけど、しつこい人はちょっとにっけろってなります。彼氏いますか？彼氏はいないんですけど、もし万が一できても多分公表することはないと思います。できるかどうかは置いといて、うち私芸能人でもないし、ただの YouTuber なんで全然アイドルでもないから、作る可能性はゼロじゃないかもしれないけど、わざわざ多分言ったり公表したりすることは今後ないと思います。ゆうかちゃん見かけたらお声掛けしてもいいですか？いいんですけど、本当にコミュ障すぎてうまく対応できなくて、やばい、さっきのファンの方に嫌われちゃったかなとかいろいろ考えてしまうので、もしコミュ障で全然うまく対応できなくても嫌にならないでください。結構声かけられた時は嬉しくて頑張って対応はします。モチベ下がった時ってどうしてる？モチベ下がったらもうとにかく食べていっぱい寝る、今日みたいな時ですよね。食べまくります。身長何センチですか？162です。足のサイズ教えてください。24です。私のプロフィール的なものは多分調べたら出てくるかな。出てこないか。確かに出てこないですね。実際禁酒はどのぐらいしてますか？実際、常にしてるんですけど、頑張って3日とかですね。
うまうまダンスまた見たいです。心待ちにしています。この質問他にもあったな。どれだっけ。あった。 YouTube でうまうまダンスがしばらく見れずに悲しいです。再開楽しみにお待ちしています。なんか食べないとか、なんか食べてやんないと。はずいな。ズバリどっち？ 1 炎上してでもバズりたい、2正統派として企画で勝負したい。いや難しい質問だね。昔だったら1を選んだんですけど、今は2かな。やっぱ長生きしたいじゃないですか。おばあちゃんになってもこんにちはゆうかですってやりたいので、末永く応援よろしくお願いします。一番好きな食べ物は何ですか？僕はケンタッキーフライドチキンです。一番か難しいな。焼肉も好きだし、お寿司も好きだし、あと生牡蠣も大好き。一番決めれない。優柔不断すぎて一番が10個ぐらいあります。ゆうかちゃんが一番愛用しているアイシャドウを知りたいです。女の子からだ。嬉しい。私今日も使ってるやつはエチュードハウスの名前が出てこないけどこれです。以上突然でしたが質問コーナーでした。酔っ払って急に開催しちゃったんですけど、また酔っ払ったら開催するかもしれません。その時は質問お待ちしてます。でもやっぱりみんな優しいね。中には変な質問あったけど9割ぐらいすごい優しい質問で心が温まりました。やっぱ落ち込んだ時はみんなのコメントを読むのが一番いいね。見てみて、あそこにも一人でご飯食べてるぼっちの女の子がいるって思ったら私だったごちそうさまでした。朝から食べ過ぎてお腹いっぱいということで、お部屋に戻ってきて片付けまでできました。今回はお部屋の紹介ちゃんとしてなかったですね。もうチェックアウト直前なんですけど、お部屋の紹介していきましょう。今回のお部屋は何といってもこの景色ですよね。空港の目の前っていうのがとっても魅力なホテルです。さっきから結構飛行機が飛んでいて間近で見れてるんですよね。あっちの方に ANA の飛行機が並んでますね。ベッドはダブルベッドのお部屋です。今回は3時間ほどお世話になりました。ベッドの向かい側には机やテレビ、でここには冷蔵庫もついています。こんな感じで案内が書かれているんですけど、到着したのが深夜2時とかだったので、バイキングは終わっているし、大浴場も23時までで入れなかったし、行けるところが製氷機ぐらいしかなかったんですよね。ここも行けるのか。でもお金がかかっちゃう。帰りはシャトルバスが出ている時間なので、シャトルバスに乗って成田空港まで行きたいと思います。そしてここの扉を開けると、こんな感じで洗面台になっています。トイレやお風呂もついてますね。ざっくりでしたがこんな感じかな。今度は普通の時にまた泊まりに行きたいな。ということでチェックアウトしたいと思います。はい、チェックアウトしてきました。いやー、昨日からすごいバタバタしちゃってとても大変だったんですけど、結果的にいいホテルに泊まれて一応楽しかったです。肝心の私の予約してたフライトなんですけど、直近ではもう取れないので他の移動手段を考えてまた別の乗り物動画を出すと思うのでお楽しみにしていてください。もう海外でのホテルとかも予約しちゃったから、もうどうしても行かなきゃいけないんですよ。だから何としてでも行きます。皆さんもくれぐれも私みたいなやらかしはしないようにご注意ください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。手ベタベタ漏れてた。最悪。いいこと考えた。目をつぶって海外だと思って食べればいいんだ。ちょっとあんまよく分かんなかった。飛
行機が飛んだ。めっちゃキュート。めっちゃ近いですね。